皆様こんにちは。シトラス&メイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はですね、こちらのジグザグ模様のミサンが編んでいきたいと思います。リクエストありがとうございます。すごくいいタイミングでね、リクエストいただいちゃいました。はい、そして作ってみました。すごくね、編み方シンプルでした。この柄の部分は全部4の編み方で編んでいくのでね、はい、すごくシンプルなのでぜひ皆さんも編んでみてくださいね。はい、それではまず糸ですね。今回私は170センチ1本、150センチ2本、この3本を使って編んでいきます。で、端は3本とも揃えるんですけれども、こう来て75センチのところで半分に折りたたんで、この20センチ長い糸の20センチ分は右にこう折りる感じになります。で、半分のちょっと左からこの輪っかの部分ですね、頭の部分を作っていきます。この輪っかの部分の作り方は別動画でありますので、もしよかったらそちらも参考にしてみてくださいね。で、今回なんですけれども、編み方がですね、表裏表裏みたいにこうひっくり返しながら編むので、こんな感じでね、輪っかがこのミサンガに対してこの輪っかが左側にこうある時は表って説明しています。で、裏はこうですね。この輪っかが右に来たらこれは裏っていうことですね。結構途中で休憩を入れちゃったりすると、あれどっちかななんて思ったりするので、そんな感じでね、あ、左に来てるな、これは表だなとかね、確認してみてくださいね。で、編み方なんですけれども、今回基本的にはもう全部この4で編んでいきます。で、最初の部分と最後のまとめる部分だけ少し逆4が入ってきますね。まず4の編み方は右の糸をまっすぐして左の糸で4の形を作って下から出していきます。逆4の編み方は逆に左の糸をまっすぐして右の糸で逆4の形を作って下から出していきます。はい、この編み方になります。で、編み方の流れなんですけれども、まず表に4を2段編みます。で、裏返して裏に4を2段編んだら、また裏返して4を2段編みます。で、ここまで来たら色を変えて、またここからですね、表に4を2段、裏に4を2段、また表に戻して4を2段、こんな感じで編んでいきます。はい、それでは編んでいきます。この頭の輪っかの部分が編めたところからスタートしていきます。で、今回ですね、表裏みたいにこうひっくり返しながら編んでいくので、固定する時にテープよりもこういうクリップがいいかななんて思います。これバインダーなんですけれどもね、こういう板のところにこういう風に固定をして編んでいきます。もちろんテープでもいいんですけれどもね、結構こう貼り直しを何回もしちゃうとこう糸がケバケバしちゃうので、はい、クリップすごくおすすめです。で、まずこの状態から、この輪っかが出来上がったところからこの1列ですね、最初のこのスタートする前のこの1列をまず編んでいきます。まず一番左の糸、この輪っかにつながっている左の糸で残りの5本を4を1回逆41回をまとめて編みます。左の糸で残りの5本の上に4を作って、下から糸を出してきて4を1回、そしてこのままですね、このまとまりをこっちにこんな感じで4を作って下から出していきます。で、編んだらこの糸は左へ。で、そしたら今の糸と同じ色の糸、この輪っかの糸ですね、この糸でまた残りのこの4本をまとめて4を1回で、このままこのまとまりを下にまっすぐして
同じ糸で逆4を作って下から出してきます。で編んだら左へ。そしたらその次に来る糸ですね。どっちの色でも大丈夫です。お好みの色の糸で次残りの3本をまとめて4を1回で逆4を1回編んだら左へ。次は今の色と同じ色の糸で残りの2本に4を1回逆4を1回編みます。編んだら左へ。残り2本同じ色の糸同士で4を1回逆4を1回編んだら左へ。はい、それではここからスタートしていきます。今糸の並び順はこんな感じですね。同じ色の糸同士で並んでいます。私はオレンジ、ピンク、黄色です。ここからですね、まずは一番左の糸、これで右に向かって4を2回ずつ編んでいきます。まずは隣の糸に4で1、2、そしたら隣の糸にも4で1、2、隣にも4で1、2、隣にも4で1、2、4で1、2、続いて同じくですね、一番左の糸でまた4を2回ずつ右へ向かって編んでいきます。4で1、2、隣の糸にも4で1、2、隣にも4で1、2、隣にも4で1、2、4で1、2、はい、そうするとね、こんな感じで色の並び順が変わりました。オレンジの2本が右に来ました。そしたらここでですね、このクリップを外してこのままくるっとひっくり返します。こんな感じですね。そしたらこのオレンジの糸が左に行きます。そしたら同じくですね、この一番左のこのオレンジで右に向かって4を2回ずつ編んでいきます。4で1、2、隣にも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 1、2、はい、そしたらまたこの一番左のねオレンジで4を2回ずつ右に向かって編んでいきます。
読んで1、2、読んで1、2、読んでね、1、2、読んで1、2、読んで1、2、はい、そうするとまた糸の並び順がこんな感じでね、オレンジが2本右に来ました。そしたらここでまたですね、このクリップを外してこれをくるっと反対側に向けます。そして固定をするとオレンジが左へ移動します。はい、そしたら同じくですね、また一番左の糸で右へ向かって4を2回ずつ編んでいきます。4で1、2、隣にも4で1、2、隣にも4で1、2、隣にも4で1、2、4で1、2、そしたらまた、一番左の糸で右へ向かって4を2回ずつ編みます。4で1、2、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 はい、そしたらここで糸の色が変わります。またスタートに戻ってですね、今度は私の場合これピンクなんですけれども、ピンクでスタートからここまで編んでいきます。でここまで来たら今度は私の場合は黄色ですね。黄色でスタートからここまで編んで、またオレンジに戻っていく、そんな感じで順番に編んでいきます。しばらくこの編み方でずっと編んでいきます。はい、しばらく編んできました。ここから最後まとめていきたいと思います。今これ表面ですね。黄色が編み終わったところになります。でここまででいいかなと思ったらこのまま三つ編みずっとしちゃっても大丈夫ですし、私はこれをですねちょっと右側にこう寄せてまとめて最後編みたいと思います。まずですね、この左2本の糸で逆4を1回、4を1回編みます。でこの2本をまとめて隣の糸で逆4を1回、4を1回編みます。で今編んだものをまとめて3本まとめて隣の糸で逆4、1回、4を1回編みます。でまとめて隣の糸で逆4を1回、4を1回編みます。でまとめて最後の1本ですね、これで全部まとめた糸で逆4、1回、4を1回編みます。はい、そうするとね右側にこうまとまるので、ここからねお好みの編み方で下編んでみてください。はい、完成しました。こんな感じでね仕上がりました。とても綺麗ですね。
今回ね3本3色で編んだんですけれども、また糸を加えてねもっとカラフルにしたりしてもいいですよね。4本5本とか糸が増えてくると横幅がね広がってくると思うので、いろいろ試して編んでみてくださいね。それでは今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もしよかったらね編めたよという方はグッドボタン残していただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。